こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビをお迎えした日に絶対にやってはいけないこと3選お話ししたいと思います。まずはですね、もう分かる、触りたい気持ちは分かりますけど、1つ目は触らない。なんでかっていうとですね、ボールパイソンはその環境の変化に強い生き物ではないんですね。で、今まで、どれぐらいの期間そのお店にいたのか分かりませんけれども、そのお店からあなたのお家に行った時に環境の変化があるわけですよね。匂いが違う、明るさが違う、音の大きさが違う、いろいろなものが変わっていくわけじゃないですか。うちだとこういうのに入れて飼ってますけれども、おそらく、初めてボールパイソンを飼いたいって思った時は、じゃあ入れ物はこういう可愛いのに入れて、こういう可愛いグッズも入れてっていうことを考えると思うんですけど、そうするともう全く違う場所に引っ越しをするようになるわけですね。でその時にやっぱり大きなストレスがかかってはいるので、すぐにボールパイソンが皆さんのそのご自宅とか環境に慣れやすくするために、最初に過度なストレスを与えないということがとても大事になってきます。なので、ボールパイソンをお迎えしました。初めてです。1匹目です。嬉しいです。わあ、すごい。パイボールってこんな白に模様が出るのかわいい。ボールパイソン、目がかわいい、顔がかわいい、ベロがかわいい、なんか全部かわいい、尻尾かわいい、触りたい、写真撮ってインスタに載っけて、ツイッターに載っけてお迎え報告したい。分かりますけど、過度に触らず、ボールパイソンが皆さんの家の環境に慣れるこの猶予を少し上げてくれるといいかなと思います。だから触らない、できればね。ボールパイソンを初めてお迎えした時にやってはいけないこと2つ目、それはですね、餌をあげる。そうですね、2日3日空けてから餌をあげてください。おそらくボールパイソンを購入されて、そのお店で冷凍マウスとかその餌も一緒に買われると思うんですけど、それをあげてみたいという気持ちは分かります。なんかお腹減ってそうな、このふーらふーらして、こっちの様子を伺っているのを見て、可愛いからお腹減ってるかもしれないからあげた方がいいんじゃないかと思う気持ちは分かるんですけれども、さっきのお話と一緒ですけれども、ストレスがかかった状態で食べてしまうと、仮に食べたとしても、ストレスがかかったから食べないっていうんだったらいいんですけど、仮に食べてしまったとしたら、やっぱり消化にですね、ボールパイソンはすごく大きなエネルギーを使うので、ストレスがかかってけど食べた、それは吐き戻すっていうことにつながったりするわけですね。なので環境の変化をした場合っていうのは、しばらく消化器系に負担をかけないためにも、2、3日空けてから餌をあげるようにしてください。輸入とかするときはですね、やっぱり、うちだとドイツとかアメリカから輸入することが多いですけれども、その輸出する向こうのブリーダーはですね、やっぱり2週間ぐらいは餌を抜いてから送る人が多いですね。お腹の中に餌がある状態、食べ物がある状態で過度なストレスを与えると吐き戻して、それがダメージになる。で吐いてしまうと、ボールパイソンは自分の胃酸でダメージを負うわけですね。僕らもその吐いた後っていうのは喉とか口とか痛いと思いますけど、ボールパイソンの場合は吐き戻すでしょ。そうするとその上をこう通ったり動いたりするじゃないですか。そうすると胃酸がここに付着したりするわけですね。でボールパイソンは消化液がそんなに弱くないというふうに言われているので、お腹にこう傷を負ったりとかこの皮膚にトラブルを抱えてしまったりするので、そういうことを避けるためにも、また負担やストレスをかけないためにも、お迎えしたその日は餌をあげないということを覚えておいていただければと思います。ボールパイソンをお迎えしたその日にしてはいけないこと3つ目は、同じ部屋に入れないということです。どういうことかというと、ボールパイソンにとって快適な温度湿度と、僕たち人間にとって快適な湿度温度っていうのは違うわけですね。でお迎えしてうちに来てくれた、わあかわいい、だから同じベッドで寝るのとかね、同じ、ずっと、テレビとか見てご飯食べてるここに置いておくのっていう風にしたい気持ちは分かりますけれども、近くにいたい気持ち、見ていたい気持ちっていうのは分かりますけれども、やっぱりボールパイソンにとってのベストな温度湿度っていうのがあるので、おそらくお店で、こういうものを使ってこれぐらいの温度湿度にしてあげてくださいねって言われると
思います。なので同じ部屋、人間が快適に過ごせる温度を湿度にしてある部屋にそのまま置くのではなくて、少しでも早くボールパイソンの専用のその部屋というかスペースというかに置いてあげて、28度から32度ぐらいで湿度も 50% から 70% ぐらいのところに置いて、そっとして、ちょっと人間が生きる部屋というか空間と違うところに少しでも早く置いてあげるといいかなと思います。やっぱりね、置いとくと長い間見たくなっちゃうと思うんですよね。でも皆さんのお部屋って多分30度とかないですよね。湿度も 70% みたいなことはないと思うので、ボールパイソンの適した部屋に早く移動してあげてほしいなと思います。同じ部屋に入れないというのは、人間と同じ部屋に入れないというのもそうですけど、もし他に生き物を飼っている場合は、その生き物と同じ部屋、同じタグ、同じケージの近くに置かないというのもすごく大事です。なんでかっていうと、そのボールパイソンが例えばどういうトラブルを持っているかっていうのは分からないわけですよね。例えばヘビでいうとダニがいたとか、何か病気を持っていたというのがあった場合、それが移ってしまう可能性があるわけです。ボールパイソンの他にコーンスネークとかカリキンとかいろいろなものを飼っている、レオパとかニシャフとかもいるってなった場合に、こうバッて並んでるところにそのままパッと置いてしまうと、仮にもう可能性の話ですけど、仮にそのボールパイソンにダニがいた時に移ってしまいやすくなるわけですね。仮に何かの病気を持っていた時にそれが感染しないと限らないわけですよね。だから少し距離をとって、このボールパイソンは健康かな、おかしいところはないかな、口からよだれは出てないかな、上を向いて口を開けて苦しそうにしていないかなと、ダニはいないかなと、そういうのを見て、大丈夫だって思うそのお部屋とか場所とかに置いてあげると、みんなにとって一番安全だと思います。みんながみんな病気を持ってるとかダニを持ってるとかそういうことでは全然ないんですけど、可能性の話ですね。一回広まってしまうと、一回病気にかかってしまうと、それを治すのはすごく大変なので、なるべく最初のうちにそれが発生しないように気をつけるというのが一番良いことだと思いますので、ボールパイソンをお迎えしたその日は、自分と同じ環境に長く置いたりしないということや、他の生き物を飼っている場合はそこの同じ部屋に入れたりしないということを気をつけると良いかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンを初めてお迎えした時にしてはいけないこと3つお話ししました。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。